世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今回はマップ制作会ですね。当ゲーム Rise of Rebellion のセカンドステージの制作状況を共有していきます。また動画の後半の方でね、前回ついたコメントの共有なんかもね、ちょっとやっていきたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。じゃあ現状のセカンドステージですね、見ていきましょうか。前回ご紹介した時から比べて結構手が入ってますね。スタート地点から直進したところに野営地ができてたりとか、右手方向に進んでいくとちょっと崩れた感じの砦なんかができてきてます。あとね、手前の空中の方に何やら複数のオブジェクトが浮かんでいるんですが、これはいわゆるパレットというものですね。絵の具で絵を描く時なんかにパレットを使ったりすると思うんですけど、マップ制作をする時のパレットが僕はこんな感じで作業してます。これらはステージ1からね、持ってきた、コピペしてきた瓦礫や岩壁たちになります。ステージを構成していく際に、まず最初に壁ですよね。こことここが繋がってるとか、ここは通れて、ここは通れない。みたいなステージの構造を作っていく上で、こういった、そのステージに合った壁オブジェクトというのが結構たくさん必要になってきます。セカンドステージの構造が最後まで完成してですね、ウォークスルー、スタート地点からゴール地点まで歩いてね、攻略、進んでいけるようになった時点で、そこから先はビジュアルのブラッシュアップということになりますので、このパレットとかでね、使用してた、たくさん使い回している壁とかも、少し細部を整えたり変更したりしてね、クオリティを上げていくという作業が最終的には必要になっていきます。続いて実際にセカンドステージの構造の方ですね、共有していきましょう。このステージは大きく分けて3つの区画から成り立っています。1つ目の区画がスタート地点からつながる入り口部分ですね。2つ目が大きな風化した地閥を挟んで奥側のエリア。こちらは自然豊かなね、森タイプのステージにしようと思ってます。よく見ると木のパレットなんかがすでに置いてありますね。そして3つ目の区画が中央にそびえ立つ大きなお城の中となっております。まずは1つ目の入り口区画からなんですが、なだらかな坂道からなる平原部分と、そこからアクセスしていける先ほどの崩れた砦ですね。だったりとか、直進した場合は野営地。というか、ここね、もうちょっとオブジェクトを置いて関所っぽい感じにしたいんですけど、それら2つの建造物へとアクセスしていくことができるようになっております。この関所に関してはね、敵国白名が攻め入って、この土地を占領してきた後に、急増された建造物たちということになります。それ以外の中央にそびえるお城とかね、崩れた小砦とかに関しては、もともと本来ね、この島にあった建物たち、時代的にはかなり大昔から存在しているものになってます。で、白名がね、この大きな地閥、風化した地閥の下に関所を築いた理由としては、ここを通らないとね、後の後半のエリアへは進んでいけないようになってますので、ちょっとそこをね、通行止めにしたいというとある理由があったからというような背景があります。もちろんね、通行止めしてるからには、それ相応のね、強い敵がいることでしょう。現状はね、マジで錆びれた野営地にしか見えないと思うので、この辺のビジュアルの強化はね、おいおいやっていきます。そして小砦の方ですね、進んでいく場合は平原の坂道登っていくことになります。ここをかなりね、エリア広めに取ってるんですが、前回動画でご紹介した石付きトロルなんかを配置して、固定砲台としてね、岩を投げてくる攻撃を避けながら進んでいくみたいなことをちょっとやりたいなと思ってます。砦の中ですね、入っていきますと、一応ポイントとしてはいくつかありまして、この中ですね、探索している途中で壁が崩壊している部分がありまして、ここからね、先の方を覗くと何やら向こう岸に崖のようなものが見えて、その先にね、まだ道が続いていそうだなっていうことを、しっかりとね、プレイヤーに気づいてもらえるようにしたいなと思ってます。砦の攻略を進めていくと、より山頂の方へね、登っていくルートと、先ほど見えていたね、対岸の崖の方へ進んでいくルートに分かれてくるんですが、後者のルートに関してはね、ちょっととあるフラグを立てるまでは通行できないと、鍵が閉まってて通れないみたいなね、感じにしようと思ってます。砦の最上部からはね、セカンドステージのスタート地点だったりとか、それより向こう側にあるステージ1ですね。今はセカンドステージ単独でね、作業してるので見えないと思うんですが、本来あちらの方にね、ステージ1が広がっていることになるんですが、そっちの方までね、見渡せるような見張り用の砦となっていたわけですね。そういった役割からも、やはりこの場所にはね、先ほどの関所と同様に強めの敵がいるはずでしょう。最後に先ほど通れなかった鍵付きドアの向こう側ですね。進んでいきますと、中央の大きなお城の右手側、こちらを駆け上がっていくようなルートが存在しています。ここはね、まだとりあえず整地しただけで何も手を加えてないんですが、このルートはお城へのね、裏口入場ルートとして機能させようと思ってます。城の後半部分にね、いきなりアクセスできちゃうという、ちょっとワクワクするようなね、そんな仕様にしていきます。
もちろんこの裏口入場という方法はね、正規の方法ではないので、初見プレイ時にね、このルートを使って城に潜入していくプレイヤーはかなり珍しいんじゃないかなと思います。でもなんかそういう要素とかもね、あった方が個人的には楽しめるので、しっかりと作っていきたいと思います。というわけで、セカンドステージのエントランス区画ですね、共有させていただきました。一応制作の手順的にはね、マップ攻略の順路通り、次は森のエリアにね、着手していこうかなと思ってます。それが終わったら、ようやく城の内部って感じですね。構造が完成して実際にスタートから終わりまで歩いていけるようになったら、ビジュアル部分とかマップのギミックなんかを詰め込んでいくといった流れで進めていくことになると思います。じゃあちょっとここらでね、前回動画、石付きトロルセットアップ編についていたコメントの中から、いくつかね、気になったものを紹介させてもらおうと思います。まずこちら。石付きに関する提案ですが、途中で息絶えた実験体を配置するとかはどうでしょうか。その主体から設定を開示させたり、緊張感を高める演出なのに使えないでしょうか。これめちゃくちゃいいですよね。僕も似たようなことね、考えてました。マップの構造が出来上がったらね、こういう味のある配置考えていきたいですよね。バイオ4とかにも同じような演出あったよねということで。そうですね、こういった演出はゲームだけにとどまらず、映画とかでもね、テキストやセリフを介さずに映像だけで情報を伝えるみたいな手法はよく取られたりしますよね。特にゲームでこの方法を使う場合は、その置かれているオブジェに対してプレイヤーがね、自発的に気づくということになるので、すごく直接的に感情に訴えかけてくるというか、かなり有効なね、演出方法だと思うので、ぜひ取り入れていきたいですね。で、あともう一つ、これちょっとスクショするの忘れちゃったんですけど、石付きっていうね、単語の漢字に関するご指摘がありまして、つくっていう漢字ですよね。この一番一般的な付属の付っていう漢字ではなくて、霊的なものがついたりするときのね、つくっていう漢字にした方がいいんじゃないかっていう意見がありましたね。これも確かにその通りで、あとね、ちょっと他にも漢字辞典とかちょっと調べてみたんですけど、天をつくとかいうね、時に使われるこの字もね、いいんじゃないかなと思いました。石付きっていう設定自体がね、体の内側からこう石が肌を貫いて生えてくるっていうような症状なので、ありなんじゃないかなって思ってるんですよね。皆さんはどう思うでしょうか？ぜひコメントお待ちしております。続いて、竜に関するコメントですね。こちら、結構長文なんで一時停止して黙読してくれるとありがたいです。要約すると、ロゴとかマップにドカーンと出てる大きな竜と戦えないっていうのは、結構いろいろきついと思うので、強制負けイベントとか、そういったガチ戦闘じゃなくてもいいんで、何らかの形でストーリーに絡ませた方がいいんじゃないかっていう提案ですね。で、これ系の意見は、他にもね、めちゃくちゃたくさんいただいてました。ちょっとね、全部は紹介できないんですけど、いくつか載せておきます。で、プラス最後にこういったことは、道中にトロルがいるっていうことよりもよほど重要なんじゃないかということですね。つまりトロルよりも竜の方が絶対重要だろう。そこって本当に妥協すべきだったのかっていうようなご指摘ですね。これに関してはもうめちゃくちゃその通りですね。で、ちょっと僕の考えを共有しておこうかなと思うんですけど、ちょっとまず本筋じゃないところをサクッと共有させてもらいますね。ゲームのタイトルとかタイトルロゴに関してなんですけど、今作新生千罰では順序がね、逆になりまして、ライズ・オブ・リベリオン、千罰のオロバ・竜の降るという風なメインタイトルとサブタイトルっていう分け方になりました。プラス、海外展開するときに関しては、このサブタイトル、千罰のオロバの部分は削除して、メインタイトルのライズ・オブ・リベリオンのみで展開していくという方針で今のところ進めています。で、タイトルロゴの方もですね、実はこれデザインがめちゃくちゃ進んでまして、実はもうほぼ完成してるんですけど、ちょっとね、実際お見せできるのは、体験会イベントとか、そのあたりになるかなと思います。旧千罰のロゴでは、竜の絵がね、ドーンと入ってたんですけど、今回の新ロゴでは、竜の衣装っていうのが消えて、他にね、新しい衣装、このゲームを象徴するような竜以外のものですね、というのが新しい衣装として入ってきてます。ちょっとね、ロゴに関する話題が出てたんで、ついでに共有させてもらいました。で、本筋の方に戻るんですが、竜の重要性についてですね、それはもうこの方が言っている通り、トロルなんかよりも竜の方が断然重要です。僕ね、最終的にはモンハンも超えていかなきゃならないと思ってるんですよ。普段投稿している動画の内容からね、世界一面白いアクション RPG っていうのはもちろんエルデンリングとかね、そういったゲームを超えていく必要がある。超えていきたいとこの人は思ってるんだろうなって皆さんにね、伝わってるかなと思うんですけど、竜という存在をね、このゲームのお話の中心部分に据えている、第一神とか竜とかメイナスみたいな要素出てきますけど、竜は比較的その中心にいますよと。それってやっぱり僕がね、その竜とかドラゴンが好きで、ゲームとしてもモンスターを狩るようなゲームとかが大好きだから、そこに据えているっていうことになるんですけど、
つまり僕が目指している最終的にね、ゴーティーを取る時のゲームっていうのは、エルデンリングを超えるような素晴らしいアクション RPG。その中で、大型ボス、モンスタータイプとの戦闘は、モンハンのクオリティを超えていくべきだ。超えているようなものでなくてはならない。というふうに考えてるんですよ。これは完全に理想の話ですよ。で、しかも、なんならね、その先にエンドコンテンツとして、ストリートファイターとかに代表されるような格闘ゲーム、e スポーツにもなるような、競技性の高い PVP モードが必要だと個人的には思ってます。これに関しては旧千葉の時に出した体験版が結構対人っぽい作りになってたと思うんで、そういうことですね。このエルデンリングとかモンハンのエンドコンテンツとしてストリートファイターみたいな格ゲーっぽい要素の PVP が乗っかってるっていう。それはその3つを高いクオリティで組み合わせたら、それはもう世界一面白いアクション RPG になるし、自動的にゴーティーなんか取れちゃうよねっていうのが、僕がいつも普段よく言っている、人生のメインクエストとして考えているものなんですが、そのメインクエストを達成するための道のりとして最初の第一歩ですよね。一作目をどういうゲームジャンルで作るかっていうところにおいて、僕はアクション RPG を選んだんですよね。そこは多分結構チャレンジングな選択だったと思うんですよ。今の開発規模とか開発技術でしっかりとしたね 3D のアクション RPG、それこそソウルライクみたいな、なんなら戦闘要素に関してはソウルライクよりもこだわって作りますみたいなものを目指してるんで、正直かなりこれは挑戦的な最初の第一歩としての選択だったのかなと思うんですけど、その上でね、いざ一つ一つの具体的な要素ですよね。この要素は実装できるのか実装できないのかみたいな決断判断をするときに、急にね、僕は冷静になるんですよ。いや、ドラゴンに関してはちょっと技術的に作れないんでカットしますみたいな感じでね。この2つの選択、判断、決断のギャップっていうのが、やはり視聴者の皆さんにはすごく疑問に感じるところなのかなと、このコメントを見ていて思いました。これに関してはもうその目的、メインクエストの見え方の違いなのかなと思ってて、僕は10年、20年、30年かかってもいいんで、そのメインクエストを達成するっていうことを、そこに一番重きを置いてやってるので、その上でね、プラス、ゲーム作りに関して一番重要なのはモチベ、そういう感情的な部分っていう考えも持ってるんですよ。ということで、一作目として、自分の作りたいアクション RPG っていう、ちょっと難しいジャンルを選んだ上で、じゃあ実際作っていくってなったら、もうそっから先はもう実利なんですよね。ちゃんと完成させるために切るべきものは切っていくっていう。こういった方針に関しては、正直自分では、間違ってはいないんじゃないかなと考えてます。どれが正解とかね、そういった話でもないと思うんですが、最終的に結果を出すってことがやっぱ重要ですよね。一作目もしっかり面白いゲームとして作る。で、その先にね、将来的にはメインクエスト達成を成し遂げるということが大事だと思うので、ちょっとね、こういった疑問を感じる方、結構ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう大黒柱の方針としては、チャレンジングなことを選択、決断をしてるんだけど、一つ一つの具体的なところに関しては結構現実的な冷めた目線で決断を下してます。っていう説明で少しはね、僕の考え、理解していただけたのかなと思います。ちょっとうまく説明できてるかわからないですけど。ちなみに、竜をね、そのストーリーに何かしら絡ませるべきだっていうのは、僕も思ってて、ガチ戦闘はね、ちょっと作るの無理だと思うんですよ。というか正直な話すると作れはすると思うんですよね。ファイナルソードっていうゲームにね、ボスとして確かドラゴンが何体か出てきてたと思うんですけど、ファイソで使われてたドラゴンのモーションは僕持ってるんですよね。アセットで販売されてるんで。なので、ああいうレベル感の戦闘であれば、正直作ろうと思ったら作れると思います。なんですが、それをしてしまうとね、今のこのゲームの対人型とのクオリティの高い戦闘と見比べるとどうしてもね、ドラゴン戦のクオリティがちょっときついものになってくるかなと思うので、ガチ戦闘に関してはね、その素材を使うんだったら作るべきではない、実装すべきではないというふうに考えています。今のところ現実的な方法としては、カットシーンとかそういうイベントを用意して竜との対話だったりとか、そういったものをラストシーンに持ってこれたら、それが一番自分たちが取れる選択肢の中ではいいものになるんじゃないかなというふうに考えております。はい、というわけでコメントね、いくつか紹介させてもらいました。全然数紹介できなかったですね。今回みたいにね、コメントから深掘りしていくっていうのは面白いと思うんですけど、一問一答形式みたいな感じでね、短くたくさんのコメントに答えていくっていうのもそれはそれでまた興味深いと思うので、ちょっとね、この辺のやり方っていうのは模索していきたいなと思います。というわけで今回はここまでです。また来週もよろしくお願いします。